第2章、人間のオーラ。人間のオーラについてお話ししよう。我々霊界人が皆さんと交通できるのは、このオーラの媒介があるからである。さよう申しておこう。人間の諸媒体の呼称はいろいろあり、皆さんが使用している他の学派のものと、我々の呼称とは違っているかもしれぬ。しかし、できるだけ簡単に話を進めたいと思う。十分な知識がない場合は、オーラを読み違いやすい。例えば未熟な霊視者の場合、肉体から数インチ出ている青みがかったオーラだけしか見えないが、これを全オーラだと思い込んでいる。彼が見ているのは、肉体に浸透している活性力であって、これは霊的生命と肉体生命との媒介者である。このオーラ、すなわちエーテル体ないし活力体は、神経組織に密接に関係しており、後日病気の原因となるものを蓄積する。すなわち低い自我が間違った思想、食事、生活で作り出した毒素をここでしっかり保持しているわけである。肉体に密着して肉体素と思われるある種のものが存在する。これは悪いものではない。これは人間だけでなく、それ以下の生命体にも備わっている。我らはよく次のような質問を受けたことがある。人間が肉体の中にいる間は、なぜ悪の誘惑の方が善への思考より強いのかと。それはこの欲望素が存在するからで、大抵の人はこれが非常に強いのである。進化の途上にあっては、人は高級が、それは未だほんの萌芽に過ぎない。が、肉体層を完全支配することを学ばねばならない。人間の自我の所在は天上体、すなわち思考純潔のオーラの中にある。この我は直感として現れ、人はこれを意識と呼ぶ。しかし肉体差も人間の進化を助けるもの。これは人を地上につなぎ止める重りの役目をしている。人はこれを足かせのように感じるが、悪とみなしてはいけない。それあるがゆえに、人は神聖意識を発見できるようになるのである。そのためにこそ人は地上に生きているのだから。以上で活力体についての話は終わるが、これは実はオーラではない。肉体からの発出物なのである。死とともにこれは去るが、その一部は思考のオーラ、いわゆる天上体の中に吸収される。その理由は地上生活で獲得した経験を未来の生活に活用するために保管するということである。未来といっても展開生活の意でなく、以後の地上再生生活のためという意味である。次の媒体は幽体であるが、幽体は霊視能力者によって霊視され、それにはオーラがあり、色彩がある。この幽体のオーラの奥に精神体がある。精神体の奥に天上体がある。この天上体のことを他の学派では原因体と呼ぶこともある。幽体のオーラは下品なものもあれば綺麗なものもある。これは人間の意識と関係があるのである。肉体要素が強ければ幽体のオーラは下びていて、色は美しいとは言いかねる。魂が霊的生命の存在を知り、地上生活の意義を知るようになれば、幽体は浄化され、色彩は美しいものとなる。オーラの色の普遍性は霊的熱望の強さ、優しい美しい思考の強さ遺憾にかかっている。オーラは目まぐるしく変化する。色は一瞬美しく光ったかと思うと消えて鈍い色になったりする。したがってオーラは青いとか赤いとか黄色だとか、その時によっていろいろな色に言われるので、人は迷ってしまう。幽体のオーラの色は変化し続けるか、魂がしっかりしたものになると変わらなくなる。それは魂が自己を知り、献身や愛や霊的熱性など普遍の波動をオーラに導入するに至るからである。こうなると高級媒体のオーラにも普遍の色彩が見られるようになる。すなわち精神体や天上体が界のものから吸収するからである。天上体は天界にある不滅の媒体であって、古代の神秘学派ではこれを神殿と呼んでいる。フリーメイソン派の神殿は天上体を象徴したものである。オーラの張り出す範囲は変動する。未発達の人の場合は5、6、7インチから12インチくらいにまでなり、霧状に見える。進歩した人の場合はオーラはしっかりしたものとなり、ふわふわしたり漂ったりしない。霊的生命について無知な大衆の場合はオーラは不安定で、主として暗い赤、褐色、強いオレンジがかった褐色が見られる。欲望素から出る本能は褐色と黒色の色をとってオーラに現れるのである。普通一般の人の幽体は不安定で霧状の鈍い暗い色からしっかりしたオーラを持った卵型で、
安定した調和のある色彩のものまでいろいろである。さらにこの幽体から張り出して同じ卵型ではあるが、ずっと美しく精妙なオーラが見える。これは精神体のオーラである。これは思想の変化に応じて迅速に変化する。これに浸透しつつ、これから張り出して美しい形をした天上体のオーラがある。その色彩は何とも口では表現しにくい。地上にはこれに比すべきものがないからである。人間の側、地上生活、幽界生活、霊界生活を終えた後、最終的にはこの天上体に鎮座することになる。上記初回での生活のありようは、それぞれ対応するオーラが織りなすものである。誤解しないでいただきたいが、ごく普通の善良な人たちのオーラは、見た目には心地よいが、不変で強いというわけにはいかない。底部には暗い色彩があり、太陽神経層あたりには、綺麗な色彩がある。高く進歩した蛾のオーラは、数フィートに及ぶ。達人とか霊視とかの場合は、1マイル以上にも及ぶ。したがって高級な蛾が近づくと、その姿は見えなくても、オーラの存在を感じたり、香りを感じたりするものが多い。オーラには香りがある。だからそれが霊視であるか達人であるか、見誤ることはない。高級蛾の場合は、その周りに独自の調和が漂っている。瞑想の時、優れた蛾が近づくと、音楽を奏でるような響きで、その接近を感じ取るかもしれない。おそらく皆さんの中には、この経験がおありの方もあると思う。地上生活中に皆さんは自分の諸媒体のオーラを作りつつある。あなたの欲求はあなたの幽体に刻みつけられる。それはさらに幽体を経由して、精神体と天上体に影響を及ぼす。人はその行為と反応、思想と欲求によって自分の天上体を作りつつあるのである。いや、皆さんはそれ以上のことをしている。皆さんは再生したとき、地上で表現されるあなたを高級な諸エーテルを持って今作りつつあるのである。したがって多少の不満はあろうが、現在のあなたの肉体を作ったのはあなた自身。このことを知っていただきたい。高い世界、かの天上世界から人間は再生するのだが、そこでの生活のうちに人はある種の要素の必要を感じるようになる。つまり彼は自己の神殿に飽き足りぬものを感じるのである。それを身につけたい。そのためにはもう一度形を持った世界に帰って体験を積む他に方法はない。かように悟るのである。天上体には不要な一切の要素は脱落し消滅しており、わずかに必要なもののみが残っている。これを我らは不滅の種原子と呼んでいる。この種原子こそ次に再生した時に入る媒体を作るための準備なのである。霊の声に従うことがいかに大切か、肉体素に身を任せぬことがどんなに肝心かお分かりいただけたか。祈りは誠実さと謙虚さをもってする極めて有力な手段である。ただ一つのことを祈れ。神の愛を。神の光のいや勝んことを祈れ。己のためにでなく、他者がその光によって祝福されんがために。これが祈りの道である。神のために祈れ。善のために祈れ。他者のために祈れ。その世は神に任せよ。神よ、我が道でなく、御身の道を、私の愛する者すべてを、御身の御手に委ねます。御心が天において行われるように、地においても行われますように。